私が母から教わった中華風のパンを今日はご紹介しましょう。中国ではピンと呼ばれ、ネギやニラが入ったりしているのを日本のレシピではよく見かけますが、私が習ったのは何も入っていないごま油風味。この焼きたて温かいところをちぎりながらバターやピーナッツバター、ジャムなどをつけて食べると、噛みしめた時に口の中に味が広がって何とも言えないのです。はい、今日は母から伝授された中華風パンを作っていきたいと思います。強力粉で塩、ベーキングパウダー混ぜて、水を少しずつ足していきます。ラップをして1時間ほど寝かせます。はい、1時間経ちました。まな板に小麦粉敷いて、小麦粉をまぶしておきます。そしたら適当にちぎり取ります。でこれを伸ばしていきます。繰り返して薄く伸ばしていきます。よく伸ばして、そしてごま油をこれを巻いていきます。巻いていきます。はい、で伸ばします。巻いていきます。水でくっつけます。そしてこれをさらにまた伸ばします。
でこれを焼きます。はい、フライパンに火をつけて、これは油、サラダ油でもごま油でもどっちでもいいです。温めてを敷いていきます。蓋をします。弱火でじっくり、焼いてる間に次の準備します。伸ばして、タピオカドリンクの動画で母のことを少しお話ししましたが、母は現在94歳でまだ健在、私と一緒に住んでいます。母は台湾で生まれ育ちました。母のお父さん、つまり私の祖父が警察官で台湾に赴任していた時の子供です。祖父は祖母と親子ほども年が離れた年長者でしたので、1933年頃には定年を迎え、家族を連れ故郷の広島へ帰ってきました。そこで商売に失敗し、1936年頃に再び台湾の方が住みやすいからと戻ったようです。それから数年後、1945年8月6日、広島に原爆が投下されました。終戦となって広島へ再び戻ってきましたが、親族は全滅し、住んでいた家は跡形もなくなっていました。ただ一つ、近くに植わっていたイチジクの木だけが目印として少し生き残っていたそうです。その枝を切って母の母方の故郷愛知県へ行って生活。イチジクの木も見事に成長し、たくさんの実をならすようになったそうです。大阪へ引っ越す時にさらにその挿し木を持ってきて大きく成長。それを私は小さい頃たくさん食べたのを覚えています。広島で商売失敗したことは、その時には悲しく大変なことだったかもしれませんが、それによって原爆を免れたというのは、人生何がどう影響するのやら、私たちには計り知るところのできないものがありますね。広島は悲しくもたくさんの方が犠牲となってしまいましたが、生き残った私たち子孫は、世界で唯一原爆を落とされた日本人として戦争の悲惨さと平和の大切さを伝えていく使命があると思っています。母の話はまた続きをいつかいたしましょう。ひっくり返します。はい、いい色に焼けました。はい、中華風パンの完成です。端っこからちぎりながら食べてください。バターやピーナッツバター、ごまジャムなどつけても美味しいです。